もちろんうちの親が剣道で出会ってそういう家庭で生まれてきて幼少期からずっと始めてきました。お父さんは結構怪我しててさすがにもうそういうすごい運動とかができない体になったんですけど、お母さんはもうまだやってて最近もう4段取ってちょくちょくと剣道やってます。実は私は高校の時に交換留学をして神戸の高校で剣道部の練習試合を見てなんか気合と踏み込みはとてもかっこよかったと思いまして、私も剣道をやりたいなと思って剣道を日本でし始めました。私兄弟2人いるんですけど、兄が、剣道をやってて、その兄の影響で始めたので、小学生、小学生ぐらいの時に始めましたね。はい。そうですね、実は剣道の始めて4年前で大学を入る時に1年生から、はい、そうですね、剣道の前にフェンシングした。そして剣道は私にとってかっこいいの感じで面とか強いの気合時にかっこいいの感じで剣道の始めるの原因です。はい。結構綺麗な街と思って、特に岡山城の方の後楽園とか結構綺麗で結構パッと見ていい景色だなと思いました。お土産もたくさん買えて楽しく他のみんなと過ごせた感じがします。岡山は初めてなので、いろいろ案内していただいてとても楽しかったです。なんか黒いお城、岡山城を見るのが初めてなのですごい印象に残りました。先生たちも親切で今日はいい一日でした。はい。とても面白かったです。後楽園に行って岡山城も行ってとても印象的な感想でした。はい。目標というか、なんでしょうか、こんな風に参加したいなとか、何かこう今できるだけ頑張って勝ちたいと思います。他の皆さんに迷惑かけないように、できるだけ頑張りたいと思います。久しぶりにこんなに大きな大会に参加するのはちょっと緊張していますが、本当に一生懸命戦いたいと思います。それで今法政大学の仲間もずっと練習をしてて、自分の剣道を見せたいと思います。はい。そうですね、まずは優勝目指したいんですけど、でもこの大会初めて参加しているので、稽古の練習した技を出って励みというか、はいはいはい決めてます。すごい緊張してるんですけど、全力で頑張りたいと思います。そうですね、今日試合は結果がちょっと残念でしたね。自分の稽古の技を出さないのでちょっと残念でしたね。今日の試合は負けたね。でも後の香港に戻ると精一杯に一生懸命で稽古をしたいんです。
はいもちろん最初はとても緊張していましたんですが、試合が始まってなんかすごく無心になってとても楽しかったです。でもやっぱり日本人の剣道家はみんなとても強いです。だいたい子供から剣道やってますので、なんかすごく動きが自然的ですので流れがとても綺麗という剣道だと思います。もちろん強い剣士になりたいんですが、自分の剣道が綺麗な剣道にしたいと思います。もちろん試合の剣道と審査の剣道は違いますが、いつもまっすぐと流れが綺麗な剣道がやりたいです。やっぱり剣道の原点ある日本ではやっぱりもう平均のレベル自体も技もキレも全部他の外国と比べてやっぱり違うと思います。もう今日やってやっぱり帰ってここの人と比べてどれぐらい通用できるかもう一回試したいと思います。やっぱり手の細かさですね。日本は他の外国と比べてやっぱり外国の方がやっぱり手とか振りが大きくてやっぱり日本の方だったらもうちょっとコンパクトで小さく打ってて、それを少しずつできるように練習していきたいと思います。戻って一本取れて嬉しくて一本一本取ってちょっと前に進みたいなと思ってたので、それできてよかったと思います。攻めとプレッシャーの感じがすごい強くて、なんかメンタルの方がちょっときついっていうかすごい怖がってたので、そこがすごいと思ってて、引き技とかもすごい打ってくるので、そこが一番大きい違いと感じましたね。今日戦った選手や周りにちょっと見学してる選手を参考にして、その攻めの方とか技の作り方とかをちょっと稽古で挑戦したいと思ってますね。はい。